皆さん、こんにちは、こんばんは。体験遊戯をご覧いただきましてありがとうございます。ホイコーローでございます。本日もよろしくお願いします。今日はですね、前回の動画に続いて、ロレマナの実体験後半っていう形にはなってくるんですけども、前回はですね、ちょっと奥様と一緒に行きましたっていうところの話に、もう一つ対比っていうところで、私個人で直近、グリーンベゼル、サブマリンのグリーンベゼルを迎えした、お話をさせていただければな、というふうに思っております。この動画を、気に入っていただければですね、ぜひチャンネル登録、またはいいね、よろしくお願いします。さてですね、早速ちょっと一人でのロレマラっていうところで、基本的なロレマラコースっていうところで、別に何かいい悪いとかはね、それぞれ皆さん住んでるところが、前提でね、いろいろと回られるっていうところになるんですけども、やはりその首都圏に、いると、どうしてもね、東京駅付近っていうところになるので、よくやっぱりその辺りを回っていますっていうような感じにはなってくるかなと思っています。で、ちょっと私の、ちょっと店舗はね、これはもう本当に直近のことになるので、あまり店舗名は一回控えさせていただくと、実は、今回、サブマリーナグリーンベゼルをお迎えしたロレマラっていうのはですね、私本当に1店舗目でもう予約枠をいただいたっていうような形にはなるんですよね。で、当日はですね、平日になるんですよ。たまたまちょっと仕事で東京駅の周辺にいたっていうところで、午前中打ち合わせが終わって、お昼ちょっと手前ぐらいですね、暇ができたっていうところもあるし、で、そこからちょっと近くの店舗に30分、40分ぐらいですかね、並ばせていただいて、でそこから入店をさせていただきました。で、そこでですね、私個人がいろいろと候補があって、で当時はですね、GMT と、サブマリーナっていうところのこの、2つのモデルっていうところで、希望をお伝えさせていただいたんですよね。初めてお会いした担当者っていう方にはなるんですけども、その方がですね、めちゃくちゃナイスガイだなと思っていたのが、店舗入って全く僕時計の話しなかったんですよ。ロレックスについてなんですけど、全然そのロレックスについてもいきなりこういうモデルが欲しいとかこういうのがいいっていうわけでもなくて、もう最初に入ってる時に今日はこういう展示分の時計があるんですねっていうような話だったりっていうところと、あとはその ITA に対していろいろと話をしていく中で、今度こういう目的でちょっと時計を探してますっていうところと、あとはたまたまその日のアクションとして店内にですねロレックスの本があったと。それがですねサブマリーナ関連の本だったんで、やっぱりその本を手に取って読んだんですよね。で、ちょっとこのサブマリーナいいですよね、この本ちょっと読んでもいいですかみたいな、そういった話をちょっとさせていただきつつ、その間にですね後ろ方でちょっとそういった確認をしていただくっていうところになるので、ちょっとその本を手に取りながら、サブマリーナってやっぱこういう本を見るとすごいですよねって言いながらちょっと待ってたんですよね。でそしたら後部からちょっと出てきてっていうところで、ホイコロ様お待たせしましたっていうようなお話をいただいて、GMT マスターの方はですね、ちょっと在庫もあるいはそういった予約枠っていうところはなかったんですけどもっていうところで、ですけどもが出てきた時点でちょっと日本語的にちょっとこれ期待できるんじゃないっていうところに、続いたのがね、サブマリーナの方ですね、緑のベゼル、グリーンベゼルの方でしたら、本日ですね、予約枠が1枠、ちょうど今、空きが出ていまして、本日予約されていきますかっていうようなお話だったんですよね。ちょっと聞いたときに、予約って、どういうことですかねみたいな、一応ね、こっちもね、あんまりなんていうんですかね、車に構えずに、素直に、この予約ってどういうことになるんですかっていうような話をちょっと聞かせていただいたときに、本日からご予約いただいて、その、大体3ヶ月後から半年以内で、入荷したものを、お買いいただけるというような形になりますっていうところで、ご案内いただいたので、そのタイミングで、じゃあぜひちょっとそれでお願いしますっていうところで、別室っていう形に入らせていただいて、その時に個人のね、身分証明書だったりっていうところと、いろいろと情報登録また改めてちょっとさせていただいて、で、予約表をいただいたっていうところになりますね。で、ちょっと当日振り返ってみると、結構、なんていうんですかね、会話っていうか、話す内容って、
意外と僕なんか本当になんか自分でも思うんですけど、毎回言ってロレックスのことをいきなり話さないっていうのが結構なんかルーティンになってるかもしれないですけど、当日ね、たまたまチューダーをつけていたので、チューダーに代わるようなそういったちょっとスポーティーな時計を探してるんですよねっていうような話をまず入らせていただいて、でそこからいろんな候補をあえてちょっと聞いてみたんですよ。でその候補に対して多分人気もあるし、デートナーは正直私もね他の動画でもねお話しさせていただいてるんですけど、あんまり一番いいっていうふうにも第一候補ではないというようなお話をさせていただくことが多くて、でそこからですね、ちょっとそこをねやっぱり変わるっていうなると同じ人皮機能のマサ2っていうところのモデルか、場合によってはちょっとダイバースウォッチっていう意味でも、サブマリーナいいですね、かっこいいですねっていうようなお話をさせていただいたんですよね。皆さん一回視線転換するっていう意味でいくとなんていうんですかね、多分いきなり今入ってったらやっぱロレックスくださいってなった時に、デートナくださいっていうのが多分ね、どうしようなっちゃうのは分かるんですけど、僕のスタンスとしてはあんまりデートナはね、そもそもが第一候補ではないっていうところがあるんで、もしかしてそこが一つ店員さんから見たら珍しい人っていうことに映ってるかもしれないっていうところにはなりますね。もちろん当日の服装っていうところで、仕事のね途中っていうこともあって、春先っていうことだったんで、白いワイシャツっていうところに、ボタンダウンがついてるやつですね。でノーネクタイっていう形で、で下がですね、ちょっとジーンズっていうところと、革靴、ローファーっていう形で、お話をさせて、入らせていただいてっていうところになるんですけども、割と清潔感のあるような、服装もさせていただきつつ、そこは初回からご案内いただけたのかなっていうところになります。でそこからですね、もうやっぱ2ヶ月待つって結構ね、なんていうんですかね、長いっすねってちょっとやっぱり個人的なね、もちろん予約枠としていただけるっていうこと自体がですねすごく嬉しかったっていうことはあるんですけど、期待しすぎてやっぱ自分の平常心を保つって難しくないですかっていうところでね、購入した動画っていうところでコメントなんでね、早い方はもうちょっと早かったりとかも読ませていただいてはいるんですけども、いやーとはいえね、これね2ヶ月でも早い方っていうところと、これがですね、通常アベレージで言うと半年までっていうこと、3ヶ月から半年までってことになるんで、これ半年とかになってきたらめっちゃ大変じゃないのって僕は思っちゃったりするんですよね。だって今からね、私の待ち時間が2ヶ月だったんで、それがシンプル倍になったっていうのが3ヶ月から6ヶ月のちょうど4ヶ月目っていうことになるんで、それでもね全然許容範囲内っていうことにはなると思いますんで、ただあと2ヶ月待ってられるかって言ったらもうね、なんかこの2ヶ月あと何をしていればいいんですかみたいな、なんかそういう気持ちになっちゃうのはもちろんあるかなと思っています。ただですね、やっぱり予約できてる方っていうところでいくと、ちょっと途中でですね、一回またちょっとね、やっぱ仕事でね、近くに行くっていうこともあったんで、もう一回フラッとですね、お店に行くっていうことがあったんですけども、その際にですね、別の方にもちょっとご対応いただいて、もちろんね、並んでない時に、そこに、行って、お話聞いて、その予約自体が例えば別のモデルが出たら、ちょっとなんかキャンセルとかってできたりするんですかっていうところを聞いたら、第一希望なんで、ちょっとキャンセルはあんまりされない方がいいですよっていうようなアドバイスもいただいたりとかで、この待ち時間長いですよねっていう感じで、いやいやいや、でも皆さんに比べたらですね、多分毎日ねこうやって私のようにお店に来て、これありますか、あれありますか、案内いただけますかみたいな話を聞くねよりかは、多分私の方は全然楽なんでみたいな話もさせていただいたりとかはしましたんで、なんかそういった意味でいくと、迷惑にねならない程度で、やっぱりその、予約を待つ時間っていうところをどうやって楽しむかっていうところをちょっと次ね、ロレマラで、もしねまた予約枠っていう形でいただけるのであれば、ちょっとそこは自分でうまく調整しながら楽しんでいきたいなというふうに思っています。でですね、ちょっと改めてちょっとこの動画、私のですね直近のロレマラの体験というところをまとめさせていただいて、ちょっと体系化していこうかなと思っています。
まず、服装っていうところでいくと、清潔感が大事なんで、ここに関してはですね、割と、清潔感っていうところで、結構難しい話ではないと思ってはいるんですよ。だって僕ね、先ほどお話しさせていただいた、白いワイシャツに、ちょっと青みのジーンズにローファーっていう形で、これ、なんかこう、ありがちな、仕事着なんでね、ありがちなところにはなるんで、ただですね、やっぱり暗い色だったりとか、派手な、柄っていうものよりかは、普段からこういう格好をしてそうな、そういう雰囲気が出ているようなところと、皆さんがですね、仕事で、相手に失礼がないようにっていうところだったりとか、それがね、例えば営業先でもいいですし、営業されるタイミングでもいいですし、お互いにね、尊敬し合うみたいなところもありますし、で、土日なんてね、ラフな格好でいいんですけども、やはりそのラフな格好の中で、ちょっと清潔感だったりとか、誠実感をちょっと意識していくと、だいぶちょっと変わってくるかなっていうふうに思っています。で、2つ目はですね、意外とちょっとキーポイントになってくるのが、ちょっとチューダーやっぱ、チューダー持っとくべきじゃねっていう風に僕は思ったところはあるんですよね。で、チューダー自体がですね、やっぱりその他の皆さんと話をするときに、なんとなくなんですけど、多分僕の会話が皆さんと違う部分が少しあるのは、やっぱチューダーの話を中心にまずするんですよ。長年使ってるっていうこともあるし、すごい使い勝手がいいっすねっていうところと、あとはちょっと新しい時計を探すにあたってですね、チューダーに変わるようなそういった時計だったりとか、チューダーの歴史から、今最近ね、こういう新作も出ましたねっていうところで、そういったお話をさせていただきつつ、その中でもやっぱりロレックスが欲しいっていうところ、ロレックスがいいっていうふうに僕は思ってるところを、こういうモデルが欲しいんですっていうような話をさせてもらってたりしますので、そのあたりの一つきっかけというんですかね、あるいは今ロレマラされてる方とちょっと違うポイントとしてはあるのかなと思ってたりします。ここはですね、私自身が別に特別にチューナーを意識して話をしてるとかそういうわけではなくて、本当に毎日使ってる時計ではあるので、なんとなく乾燥じみたものだったりとか、やっぱりこういう欠点は出てくるよねっていうところで、それを受け合ってるのがやっぱりロレックスなんだよね。お互いね、いい関係っていうところはあるんで、そういったところもしっかりと話せていることが、まず、なんていうんですかね、チューダーを、なんていうんですかね、チューダーを悪い意味でもなく、いい意味でもなく、チューダー買ってくれたらロレックス買えるよみたいな、ソーシャルのね、そういった話があって、で、なんていうんですかね、もう、チューダーをあんまりいい表現ではないと思うんですけども、ちょっと無限に扱っちゃう人たちもね、やっぱり世の中ね、見たりするんですよね、投稿として。ただ、そうじゃなくて、私自身もすごいチューダーが好きだし、で、そこに対して、長年使ってる位置、ユーザーとして思うのはいい時計だなというところを、まず、お話をさせていただいたりっていうところと、もう本当にこれ時計をちょっと細かくね、見ていくと、もう傷だらけだったりとか、ちゃんと長年使われてるんですねっていうような、そこの納得感もあるかなと思ってたりするんで、そういった会話の一つ差別化ができると、プレマラをするときにもうちょっとなんていうんですかね、会話を楽しむっていう意味でも、あるいはですね、もう店員さんがいらっしゃる、もう四六時中ね、朝ねオープンしてから夜まで電話がくださいって言われているような皆さんなんで、その中で彼らに対してもですね、一つ休憩できるような場所、あるいはそういった会話っていうところを話をしていると、もしかしたらちょっと印象が良くなるかもしれないっていうところはあるかなと思っています。割とやっぱり平日はいいなっていうふうに思ったところはあるんですよね。平日これね、これはあくまでもですね、首都圏のね周りっていうところで、やっぱりその普段ロラマラができない時間帯に行くと、システムね、要は空き枠を確認していくみたいなね、皆さんよく多分あると思う、毎回あると思うんですけど、そこにね、やっぱ会うタイミングがあるのかなっていうところと、私はたまたまですね、今回ちょっと再開して制限が明けて、じゃあ一発目っていうところでそこでちょっともらえたっていうところもあるので、本当にね、土日だけじゃなくてですね、平日でちょっと頑張ってみるっていうところはあるかなというふうに思っております。はい。
で、本日のですね、10日のまとめっていうところで、ちょっとロレマナの体系化してみましたっていうところで、皆さんのね、参考にできればなというふうに思っています。まず一つ目はですね、ちょっと時間帯、日程っていうところですね、ちょっと一回平日に行きましたっていうところになるので、もしかしたらですね、ちょっと有給を捉えたりとか、あるいは、ちょっと振り替え休日っていうところ、普段ね、何日中働いてる方の中で、そういった一日ができると、平日で回ってみるっていうところも、あるかなというふうに思っております。で、2つ目はですね、服装はですね、意外と清潔感のあるものっていうよりかは、普段着の中からちょっと、そういった、仕事にもね、通ずる部分はあると思うんですけれども、相手を尊敬する服装だったりとか、あるいは清潔感だったりっていうような、そういった服装で行ってみるっていうのもありかなというふうに思っております。で、3つ目はですね、これはですね、もう店員さんへの気遣いじゃないですけど、彼らも疲れてるんで、毎日デートありますかって聞かれるような、そういったお仕事なんで、ずっと聞いてると多分私もちょっと嫌だなっていう気持ちになるんで、その中でもですね、自分のね、立場が、もしから店員としての立場だとしたら、もう少しこう別のちょっと楽しい話だったりとか盛り上がるようなそういった話をしてみてもいいのかなというふうに思ってます。これでですね、もしロレックスマラソンの効率が上がるのであればですね、私隠したりとかしていて、皆さんぜひ、ね、役に立っていただければなというふうに思ってますし、で、皆さんがですね、早めの、年内のロレックスマラソン早めの完走ですね、を応援したいなというふうに思っておりますので、ぜひ皆さんも、頑張っていきましょう。で、私もですね、まだですね、ちょっと今から購入制限に入っていきますんで、制限明けてからですね、そこに関して頑張っていきたいと思いますので、皆さんのですね、最新情報もあればコメントに残していただけると嬉しいです。はい、本日の動画は以上となります。気に入っていただければですね、ぜひチャンネル登録またはいいねよろしくお願いします。次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。